何度言われても同じで、この2つの食品を混ぜ合わせてはいけません。そんなの、なんか、意外と美味しいです。指揮官、お待たせ。おや、今の一言で私だと気づいたのか？私の想像以上に親しくなったんだね。彼女のことをもっと知りたい？それなら私に聞きなよ。こっそり教えてあげる。私が何を背負っているのか、未来でどんな困難に直面するのか分かっています。あなたは私と共に歩むかどうかにかかわらず、あなたは私の光のごとく永遠に私の意識界の真ん中でとどまっていてほしい。これは詩ではなく、あなたに伝えたいことなのです、指揮官。あなたからのプレゼントは大事にします。そしてこれは私からのお礼です。私の代わりにあなたのそばに。何ですか？真面目すぎて笑ってしまう？でもお礼を言うのは当たり前のことではありませんか？これは基本的な社交辞令です。シワになるからいけません。昼夜終了、夜明け到来。おはようございます、指揮官。今日も朝日があなたを照らしますよう。何を笑っているのですか？ではどんな社交辞令が気になるのですか？記録しておきます。今日はもう休んでいいです。残りの仕事はルールにより延期もできます。これはサボりではなく、指揮官が過労で倒れないように合理的に休憩時間を取っているだけです。指揮官、目が閉じそうですよ。そんなに眠いのならいっそ休憩したらいかがですか？ルールによって指揮官には休憩時間があります。それかここで少し休んだらどうですか？安心してください。会議が始まる前に起こしてあげますから。ゲームのルール、私は揺らすことしかできませんか？それは不公平です。ルールを変更します。揺らされる方が合理的に仕返しできるように。指揮官、もう帰ってこないかと。戻ってくれればいいのです。指揮官は休暇届を出さなければ、まあいいでしょう。次は何も言わずに離れてはダメですよ。指揮官、こんなところに隠れていたとは。
これは指揮官のアドバイスを受け改定された第28版の提案です。これが実行されると多くの傷病退役軍人が安定した収入を得ることができます。どこへ行くのですか？話はまだ終わっていません。空中庭園の構造体は皆いい人です。行動を共にしているといつも新しいことが学べます。弓の使い方、装備のメンテナンス方法、そして爆弾の配置方法も。指揮官、空中庭園司法書類集を借りていただけませんか？私の権限ですか？閲覧権限は有効になっていますが、貸し出し上限冊数をすでに超えており、この本に参考にしたいことがありまして。ありがとうございます。なぜ模擬裁判に夢中になっているのかですって？裁判は正義の均衡を保つプロセスですから。絶対的な理性と公平を保つにはこうやって勉強するのが一番簡単です。いつか私がその天秤を担えるようになったら、その時は迷いなく決断できる自分になっていたいです。アイリス・オーブラー、もしまた出会った時、どのように向き合えばいいのでしょうか。私にとって彼女たちとの思い出はライナから得た短くも楽しいひとときですが、これは本来ライナのものです。私はもうこれ以上ライナの思い出を奪ってはいけません。何度言われても同じで、この2つの食品を混ぜ合わせてはいけません。そんなのなんか意外と美味しいです。私の過去ですか。正義の道へ導いてくれた人もいれば、檻から連れ出してくれた人もいました。振り返らずに前に進むことを彼女たちが教えてくれました。彼女たちの旅立ちは避けられませんが、私たちの願いを抱きながら迷わず進みましょう。指揮官、外へ行きましょうか。勤務中でなければ私にも自由時間があるようです。いいえ、事務処理ではなく、商店街に新しい店舗が。あなたと一緒に行きたいのです。指揮官、お待たせ。おや、今の一言で私だと気づいたのか？私の想像以上に親しくなったんだね。彼女のことをもっと知りたい？それなら私に聞きなよ。こっそり教えてあげる。私の信念は、正義が遅れず世の中に暗闇がないことです。今の私の力量でこんなことを言うのは早いと分かっています。笑われるかもしれませんが、そのためにこの命を懸ける心構えはしているのです。私と肩を並べてくれますよね、指揮官。ライナー。夢の中でよく彼女の姿を見ます。でも近づこうとするたびに彼女は消え去ってしまいます。私のことを見守ってくれているのかもしれません。怖がらずに前へ進もうと。でも私も彼女のことずっと思っています。私が何を背負っているのか、未来でどんな困難に直面するのか分かっています。あなたは
私と共に歩むかどうかにかかわらず、あなたは私の光のごとく永遠に私の意識界の真ん中でとどまっていてほしい。これは詩ではなく、あなたに伝えたいことなのです。指揮官、机の上でこれを見つけました。エコーへと書いてあります。前回やった裁判ゲームのお礼ですか？ありがとうございます。気に入っています。指揮官、15分前に送ったメッセージの返事はまだですか？端末の社会的マナーだと、これは失礼です。え？先ほどまで会議中だったのですか？端末は画面共有していましたか？これは何ですか？プレゼントですか？プレゼントをいただいても、前回あなたが夜中に外出したことは観察日記に記入しますよ。その件ではないのですか？この時間、あなたの健康管理表によると夜の外食は禁止になっています。でもどうしてもお腹が空いたというのなら、外出なしとなると何が食べたいですか？私が姉さんに作ってもらいます。どんなプレゼントが好きですか？それは考えたことがありませんでした。最新版の法典、あるいは商店街の焼きたてのおやつかもしれません。前に送ってくれたものですか？それは今も大事に収めています。以前より親しくなってきましたね。空中庭園ではこういう関係を禁止するルールがないから、多分いいですよね。端末マップ検索、商店街に新しくオープンしたギフトショップ、あるいは他の店舗。なんだかこれらは指揮官に釣り合わないんですよね。指揮官、いつの間に。いえ、何でもありません。仕事に行きます。司法書類の経年選集を読む、模擬裁判を1000回見る、そして傷病退役軍人基金の設立を手伝う。指揮官？これは私の計画書です。子供っぽいかなと思うんですよね。そんなことはない？ありがとうございます。嬉しいです。こんなに貴重なプレゼント。あなたはどんなお礼が欲しいの？何もいらない？じゃあそのまま彼女に伝えるよ。せっかく彼女はお礼を用意していたのにね。新しい任務？あの子に会うための言い訳ではなくて？あら、私に？ちょうどいい。あなたに言いたいことがたくさんあるんだよね。彼女について、そして私のことも。あなたからのプレゼントは大事にします。そしてこれは私からのお礼です。私の代わりにあなたのそばに。何ですか？真面目すぎて笑ってしまう？でもお礼を言うのは当たり前のことではありませんか？これは基本的な社交辞令です。少々唐突だと分かっていますが、それでもお聞きしたいのです。
勝手に私の未来設計へ取り入れてもいいですか？このボトルの中にはラッキースターがあります。それぞれのスターにあることを書きました。今の私は何も持っていないため、あなたには私の未来と信念だけでしかお礼ができません。ですから私たちの未来へ共に歩みませんか？指揮官、失礼いたします。ここのルールについてよくわからないことがありましてご相談を。指揮官？さっきまでこちらにいらっしゃったじゃないですか。少し待ちましょうか。すぐ戻ってきますよね。寝てたの？まあいいわ。今回だけ見逃してあげる。ちゃんと休もうね。これらの書類は全部分類してあちらに置いてください。ちゃんと寝ています？昨べまた徹夜で仕事をしたんですか？今回だけですよ。これならバレませんから。指揮官、目が閉じそうですよ。そんなに眠いのならいっそ休憩したらいかがですか？ルールによって指揮官には休憩時間があります。それかここで少し休んだらどうですか？安心してください。会議が始まる前に起こしてあげますから。また過労ですか、指揮官。作業による疲労は運転による疲労と同じ。効率が悪いですしルール違反です。今日はもう休んでいいです。残りの仕事はルールにより延期もできます。これはサボりではなく、指揮官が過労で倒れないように合理的に休憩時間を取っているだけです。一つ秘密を教えてあげるね。この前楽に完了した仕事は実はあの子がこっそり書類を整理していたからだよ。以前あなたが過労で倒れた際、彼女は心配していたわ。あなたあの時の彼女と同じ表情をしている。ほら休みなさい。今度は私があなたたちの夢を守ってあげる。今は勤務時間ではありません、指揮官。ルールにより仕事が一段落したら休憩すべきなのです。いつできたルールかってこれは指揮官の勤務時間に対して私が申請を出し、すでに承認された最初のルールです。おはようございます、指揮官。指揮官の飲食規則により朝食は十分なタンパク質を取らなければなりません。いいえ、おやつ味の缶詰はダメです。焼き物はさらにダメです。昼夜終了、夜明け到来。おはようございます、指揮官。今日も朝日があなたを照らしますよう。何を笑っているのですか？ではどんな社交辞令が気になるのですか？記録しておきます。昨べはよく眠れました？はい、私はぐっすり眠れましたが、夜中に窓際で音がして目覚めました。それはこっそり抜け出した指揮官ではないですよね？ですよね。あの子はいつも元気そうに見える？彼女は他人に迷惑をかけたくないだけ。
彼女は何でもすぐに覚えるけど、自分の悪夢と悲しみを他人に共有するのが苦手なんだ。お久しぶりです、指揮官。そんなに長く離れていない？これはただの社交辞令です。コーヒーにしましょうか。こちらは朝食です。今日の仕事がそろそろ始まりますね。なぜかわかりませんが、最近はたまに気が緩まることがあります。特にあなたと会うとき、きっと日常が平穏すぎるからですね。もっとたくさんの計画を立てないと。指揮官、これからは一緒に模擬裁判をしませんか？運命というものに畏敬の念を抱いています。私は法廷に刻んだ規則しか信じません。しかしあなたに出会えましたし、たまには幻の神に感謝しようと思います。おはようございます、指揮官。私の期待で性能テストをするとがっかりするかもしれませんよ。ゲームのルール、私は揺らすことしかできませんか？それは不公平です。ルールを変更します。揺らされる方が合理的に仕返しできるように。シワになるからいけません。指揮官、それは失礼な行動です。はじめまして、指揮官。改めて自己紹介をさせていただきます。エコーと申します。しばらくの間、空中庭園に滞在することになります。よろしくお願いいたします。ここではこんな挨拶はしませんか？ありえません。これは世界政府の標準マナーです。こんなやり方もあるのですね。空中庭園の構造体はこの方法で機能を上げているのですか？昇進ですか？空中庭園のルールに違反していませんか？この力をしっかり使いこなします。私の未来への道はこの力で切り開きます。良い装備は目的達成の第一歩です。行きましょう。共に進みます。わかりました。必ずみんなを守ります。どんな代償を払っても。この任務はすでに完了しました。これも完了と。さて、予定通り今日の任務は全部完了しました。お疲れ様です、指揮官。空中庭園のルールにより今は勤務時間のはずです、指揮官。指揮官、最近適用されたルールにより机の上の書類と本はきちんと全て整理が必要です。その命令書もあなたの机の上に置いてありましたよ。気がつかなかったんですね。ご心配いただきありがとうございます。空中庭園では特に不自由を感じておりません。強いて言うと、あなたがルールを破ったり夜中にこっそり抜け出したりしないとさらにいいのですが。仕事が完了してからが休憩時間ですよ。これはルールです、指揮官。ルールによると、これはいただいても良いものでしょうか？いただいて通報されることはないんですよね。それではありがとうございます。宝探しゲーム？見つけたらプレゼントをもらえますか？では具体的なルールは？例えばスコアの計算方法とか隠しルールとか、そしてプレゼントの目印も。ここにはいませんか？またどこかへ行ってしまったのでしょうか。ルールにより指揮官は
この時間はここに常駐しているはずなのに。仕事が完了したとしても怠けてはいけません。指揮官、仕事はつきませんね。指揮官、こんにちは。今日は私が補佐を担当いたします。何か難しい仕事はありますか？手伝いましょうか？指揮官、もう帰ってこないかと。戻ってくれればいいのです。指揮官は休暇届を出さなければ。まあいいでしょう。次は何も言わずに離れてはダメですよ。指揮官、何をしているのです。これはルール違反ですよね。これは何のやりとりゲームですか？ではルールはありますか？今日もお疲れ様でした。ゆっくり休みましょう。ルールによりこの後は自由時間です。私と訓練を続けるのですか？私のスケジュールは問題ないです。休憩が終わったら出発しましょう。命令により暗闇を払いに参ります。判決、秩序再建、偽りを破壊、決意の刃で暗闇を切り裂く。決意の刃で暗闇を切り裂く。姉さん、姉さん、エコーは消えません。今度は会えますか？松明に火を灯し自由を選ぶ。無知の幕を下ろせ。暗闇が広がる限り私たちは進み続けます。荒れ果てた沼、崩壊した大地、光明が響き空を飛ぶ。暗闇を集結する。